こんにちは、なおです。今回は今日から使える、すぐに使える最強のアイテム4選を紹介します。皆さんはアイテムって普段からよく使っていますでしょうか？戦略や毒消し、あとは霊石関係やほおずきの実なんかはよく使っている方も多いのかなと思います。しかし大半の人は忍術スキルや陰陽術で16個しかないショートカットが全て埋まってしまい、アイテムはほとんど使うことなくクリアし終えているという状況が多いんじゃないでしょうか。そこで今回はそんなあまり使われていないアイテムの中でもこれはめちゃくちゃ使える、最強すぎるというバランスブレーカーとも言うべきすぐに役立つ4つのアイテムを紹介したいと思います。ちなみにこれから紹介する4つのアイテム、私は2周目クリアし終わるまで一度も使ったことがありませんでした。大半がコメントで教えていただいたものです。教えてくださった方本当にありがとうございました。それでは早速アイテムを紹介していきましょう。1つ目に紹介するアイテムは塩です。主な入手方法は落ちているものを拾うか購入するかになります。この塩というアイテム、そこそこ手に入る割にはあまり使ったことがないという方多いんじゃないでしょうか。しかしこの塩、妖怪相手に使うととんでもなく気力を削って、さらには浄属性やられにもできる、しかも常世も消せるというすごいアイテムなんですね。では実際に妖怪相手に塩を使ってみましょう。どの程度気力が削れるか見といてください。ほい。まず一発で浄属性やられになってますね。ほい。あ、もう気力ほとんどなくなってますね。さあ最後。はい。あ、今のは当たりませんでしたね。ただ常用が消せます。そして3発ちょこっと当てただけでも気力が切れてますね。ほい。ほい。ほら簡単に気力切れにできるんですね。では次はボス相手に実際に使ってみたいと思います。さあそれでは今度は実際にボス相手に塩を使ってみたいと思います。相手は両面宿儺になります。相手に塩を当てた時の気力ゲージの減り方に注目していてください。いきます。気力も削れるし常世も消せる、さらに浄属性やられにすることもできるんですね。はい、このようにですね簡単に気力切れにすることができます。常闇にされましたが、またじゃあ使っていきたいと思います。はい、もう気力切れです。このようにですね塩をちょっと投げてやぐらだけで簡単に気力切れにしちゃうことができるんですね。ただし塩は一度に10個しか持ち込むことができません。ですのでずっと敵にぶつけ続けるっていうことはできないんですけれども、ここぞという時にぜひ強敵相手に使ってみてください。たかが塩をぶつけるだけで敵の気力がガンガン削れるっていうのはなかなかに痛快だと思います。ちなみにこの塩というアイテム、妖怪相手には絶大な威力を発揮するんですけれども、人間相手にはほとんど効果がないのでそこだけ注意してください。このようにですね撒いたところでほとんど気力を削ることができません。ダメージも与えられません。塩を使う際は妖怪に使うというところだけ注意して使ってみてください。さあ2つ目に紹介するアイテムは焼き打ちの油壺になります。このアイテム主な入手方法は取引になるかと思います。マップ内ではですねあまり落ちていません。すぐに入手したいという方は核利用の茶室で取引で武功と交換で入手することができます。それでは早速妖怪相手に使ってみましょう。はい、投げます。もう一瞬でですね敵を
この非属性やられにして燃焼状態にしてガンガン HP 減らすことができるんですね。ただしこの油壺少し注意が必要で、自分が間違えてこのように中に入ってしまうと自分もダメージ食らっちゃうんですね。なのであくまで敵だけをこの中に入れるっていうところだけ少し注意してみてください。あっという間に非属性やられにできるので、空を飛ばなくて体の大きい敵、しかも火に対する耐性を持ってない相手に対してはめちゃくちゃ有効です。はい、それでは焼き打ちの油壺もボス相手に使ってみたいと思います。さあどうなるでしょうか。いきます。はい、自分がこの中に入らないようにだけ敵だけ入れるように注意してください。はい、ガンガン燃えてます。はい、もう非属性やられになりましたね。おい、さあもう一発使ってみましょう。おい、ガンガン勝手に敵の HP が削れていくのがわかるかと思います。もう見ているだけで、お、切れましたね。このように要は敵が非属性に対する耐性さえなければ簡単に燃焼状態に持っていけるので非常におすすめです。 HP が多い敵ほど有効になってくるので、難易度が高くなればなるほど有効な技かもしれません。3つ目に紹介するアイテムは石になります。これです。ただのこの石ころがめちゃくちゃ実は役に立つアイテムなんですね。ただしこれを役立たせるには一つだけ条件があって、守護霊をこの原タイプ幻タイプの守護霊にする必要があります。理由はこれ見てもらえると分かる通り、幻タイプの守護霊は守護霊の過去の1段目に矢玉やアイテム命中で揚力加算 A というものがつくんですね。ちなみに陣や猛タイプにはつきません。この幻タイプの守護霊だったらどれでもいいので、これをつけるようにしてから実践してください。はい、話を戻します。この石ですね、このように守護霊幻をつけた状態でぶつけると、はい、こんなやってちょっとぶつけるだけで簡単に揚力が溜まるんですね。はい、ガンガン溜まってますね。ちなみにこの石なんて全然貴重でもないので、よいしょ、なんなら購入もできるし、購入するまでもなく皆さん数百個もしかしたら蔵に入ってるかなっていうぐらいのアイテムなので、もう惜しみなくガンガン当ててください。このように気力も削れて揚力もガンガンもらうことができるんですね。でじゃあこのアイテムどういったところで使うと便利かというと、要は例えばこの絵からボス部屋に行くと。でボスに行く前に揚力ゲージが全然溜まってない。もちろんほおずきの実なんかで貯めることは簡単なんですけれども、いちいちボス戦の前にほおずきの実使ってるとちょっともったいないかなっていう方も多いと思うんですよね。そういった時はボス部屋の前にいるああいった雑魚的に、はい、こういうのようにですね、ポイ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 石を投げてあげるだけで非常に簡単に揚力を稼ぐことができます。ぜひですね、このいくらでも取れるこの石というアイテム、このように有効活用してみてはいかがでしょうか。さあ最後ですね、4つ目に紹介するアイテムは招きの奴隷になります。そうです、すねこすりを召喚するアイテムになります。主な入手方法はすねこすりをマップで見つけてすねこすりが帰る時に落としていったり、またはこういったサブミッションのクリア報酬でもらえたりもします。早く大量に欲しい人はこのように鍛造で作ることもできます。必要な素材の塗り壁の破片とくすぶる徘徊、この2つはどちらも核利用の茶室の取引で入手することもできます。もし手っ取り早くこの招きの奴隷がたくさん欲しいという方は、まずは核利用の茶室で塗り壁の破片とくすぶる徘徊をたくさん手に入れ、それをこの鍛冶屋の鍛造の道具、はい、このようにですね、どんどんたくさん鍛造してください。こうするのが一番早いかなと思います。ちょっとそれをする余裕がないなっていう方は、先ほど紹介したここですね、声黄昏に響きて、ここを周回すると一つずつではあるんですけども確実にクリア報酬で手に入れることができます。
はい、そして肝心の効果なんですけども、この招きの奴隷、最大で3匹までこのようにすねこすりが召喚できます。3匹以上は呼べないので、3匹が最高です。そしてですね、このすねこすりたちって可愛いだけじゃなくて、実はめちゃくちゃ有能なんですよね。この有能さに気づいている方は結構多いとは思うんですけれども、何がすごいって、このようにですね、一緒に戦って敵の気力を削ってくれるっていうのもすごいし、ここだと少し分かりにくいんですけれども、揚力ゲージがですね、すねこすりがいることにより、ガンガン回復するんですね。さあ、それではですね、ボス戦で招きの奴隷で召喚したすねこすりたちがどれほど役に立つのかを実際に見てもらおうと思います。対戦相手はラスボスの大竹丸になります。それでは早速、すねこすりたちを呼んでみましょう。はい、3匹呼びます。そしてこの状態でボスへ行きます。あえてすねこすりたちの強さを分かってもらうために、他のバフ等はわざと唱えていません。さあ早速行きます。さあ見てください。もうこの時点で妖怪ゲージ、揚力ゲージがガンガン溜まっているの分かりますでしょうか。そしてすねこすりたちが少しずつではあるんですけれども、敵にちゃんと攻撃してくれてますね。はいはい、すごいですね。妖怪技がガンガン使えます。ガンガン使ってもこのように、はい、すねこすりたちのおかげですぐに揚力ゲージが回復します。さらに回復したいときはこの紅葉符なんかを使ってしまうともうすごいことになります。もう使いたい放題です。もう揚力技がこのようにガンガン使えるんですね。はい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 。さあ使っても使っても揚力ゲージがなくなりません。このように妖怪技が連発できる状態になっちゃうんですね。さあどうでしょう。もうほとんど妖怪技しか使わずに大竹丸を倒すことができました。はい、すねこすりたちめちゃくちゃ強かったですよね。この招きの奴隷、こんなに強い、すねこすりをいつでもどこでも簡単に3匹まで呼べてしまうめちゃくちゃ強いアイテムです。ぜひ皆さんもどうしても勝てないという場合はこの招きの奴隷ですねこすりを3匹連れてボス戦に挑んでみてください。おそらく簡単に圧倒できると思います。いかがだったでしょうか。アイテムは入手さえできれば誰でも使えます。使うのに能力値も全く必要ありません。ただ手に入れればいいだけです。それなのにこれだけの威力、皆さんぜひですね、忍術陰陽術と合わせてアイテムも試しに使ってみてください。今までよりもさらに仁王の世界楽しめるんじゃないかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。